はい、おはようございます。歩き遍路10日目です。9日目でね、一旦ちょっと区切りまして、ちょうど霧のいい徳島県23番札所工事で終わってたんですけども、今日はもうすぐそこが工事のところまで戻ってまいりました。ここからですね、見てあそこに看板がございます。室戸、徳島県内なんやけどまだ27キロ先に海陽という町があります。今日はそこまで行くのが目標ですね。次の札所までは70キロ近くあるので2日で行けたらいいなっていう感じの、スケジュールでございます。よいしょだ。さあ冬季室戸までいよいよ出発していきます。もうひたすらにまっすぐ歩く道なのでね、忍耐力必要ですね。今日はだいぶ暑いです。天気はいいんやけどね、明日からちょっと雨とかも降るみたいで、持ってくれたら。室戸行くときに雨はちょっと残念なので晴れてくれたらいいなっていう感じです。で、早いことにさ、1週間前私がお遍路始めた頃に梅雨入りしたんよ。なのにもう明けたらしくて、早くないみたいな、ちょっと早すぎないって感じなんですけど、もう明けちゃったみたいなので、これからひたすら暑く夏になっていくと、雨が降らないというのはいいことなんですけど、ここは港も近くて海も近くて風が強いので、そこは助かってますね。とにかく今日からまた、高知回っていきます。よろしくお願いします。めっちゃ水透明ですね。綺麗。清流や。岩佐駅からだいたい2時間ぐらい歩きました。麦町、南町っていうところにさっきはいたんですけど、麦町に入りました。この辺はもう本当にずっとこういう国道を歩きます。室戸まで73キロの表示がありますね。で、今日の気温はだいたい29度、30度あたりを前後しております。神場峠遍路道入り口、小松大師方面ってありますね。こっちが遍路道みたいです。なるほど。国道55号線沿いにもう一個徒歩の遍路道があるみたいですね。こう林の中の道を進みます。緩やかな山道ですね。ここは神場峠という峠だそうです。いや、このすぐ横がさ、線路なのよ。線路めっちゃ森の中通ってる線路。電車来んかな。線路の隣の山道ってなんか新鮮やね。お、開けました。多分ここは、この遍路道はこっち側がね、今治水工事かな、川を通して、ここもずっと山やったところを開いて川にしようかな、工事をしてるので、この道になってるんだと思います。国道通っても全然行ける、こっち通ってもいいで、よくある遍路道ほど険しくはないので、ちょっとした森林浴を楽しむならありかもしれないです。こっちの道も。ただちょっと目印が分かりづらいのと、あと倒木とか落石も多そうな感じだったので、そこだけ注意して
行ってみてください。あれ乗り越えたらでももうその後頑張れるよって言われて雨やったんで大変でした。あ、そうですか。はい。小三治さんの一番上まで上がって雪がはい。残ってました。ああ、そうなんや。山道意味がなかったです。はい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 。山お好きでもやっぱしんどいんですね。しんどいです。あ、そうなんや。しんどいですよ。相当しんどいねやな、やっぱあそこ。ずーっとまっすぐですもんね、もう。見えるんですよ。うんうん。向こうが。あ、そうなんですか。へえ。こう先でこうなって飛んで、こっちから見える。うんうんうん。体が近づいて。バイクでも遠かった。遠い遠い。気をつけて。はい、ありがとうございます。大体3時間ぐらい歩きました、ざっくり。いや、めちゃめちゃ楽しい道のりで、まだまだ行けそう。なんかさ、本当に結構歩くの本当慣れてきたなって感じてます。今おるところが大体ですね、小木の街中の手前ですね、当た川っていうのかな、当た川駅っていうのがあるんです。その近くにいます。でもうすぐ行くと小松大師と呼ばれるところがあるんですけども、そこがあって、でそこさらに越えていくと今日のお宿っていう感じですね。宿までだいたいね、半分来たか来てないかぐらいやな、ちょうど。であと3時間半ぐらい歩いたら着くっていう感じです。さっきも出会ったおっちゃんに話しかけてもらって、まあまあね、小三寺トークとかいろいろしてました。今ここまでだいたい11キロ歩いてきました。10キロ、約10キロ11キロ歩いてきました。なんか本当のあれやな、1日に歩ける感じ。もっと10キロ歩いたら疲労してた気がします。前はちょっと慣れてきた。ラーメン麦553でラーメンをいただきました。美味しかった。なんか久しぶりにラーメン食べた気がします。あ、ちゃんぽんとか食べたね、そういえば。やっぱちょっとさ、麺類が食べたくなる傾向がかなりある。朝はやっぱエネルギーつけたいからじゃなくてお米取りたいけど、昼夜はなんかつるっと行きたくなっちゃうんですよね。海陽町までやってきました。あ、海風涼しい。鯖大師が近づいてきました。
いやー、鯖大師めちゃくちゃ良かったです。待って、カワセミいる。カワセミじゃないかな、あれ。あ、違うかな。スズメかな。やっぱりめっちゃ青いカワセミちゃんがいました。ちょっと捉えるのはできなかったお願い事を書いて、私はサバを3年間食べませんってこう絵馬に書いて収めるところがありました。お砂踏み道場88箇所とか33箇所とかの、現地のお砂を持ってきて、ご本尊とともにお祭りして、なんかそこを踏んでお参りしていくことによって同じご利益を得られるっていうお砂踏みがあるんですけど、だいたい有料だったりとかするんですけど、ここは無料で入れて、ちょっと回廊の中凄まじかったですねちょっとなんか重たくなった感じがすごいします。周りにご本尊がずらーっともう並んで、足元にハスの花の下にお砂が収められて、その向かい側に全国から集まった仏様がたくさん並んでました。すごい雰囲気やった。通り道で札所がないのでお参りしていくといいかもしれないです。ちょうどサバセっていう駅の近くですね。気持ちいい。海だー、太平洋だー気持ちいいですね。綺麗です。ここは大砂海水浴場というところです。マジで今さ、今日のこの潮風が涼しくて天気も良くて気持ちよすぎて、ほんと1時間ぐらい私ここで休憩しちゃいました寝転がってたこんなさ贅沢なことあります？いや、ほんとすみませんって感じなんですけど、とりあえずでも夕方になってちょっと気温も下がってきて歩きやすくなったので、あと1時間半ぐらいあるので、いっぱい休憩したので頑張って歩いていきたいと思います。なんかこの辺ボサボサやな。よし、行くぞ。あとちょっとで今日のお宿です。いっぱい休憩したから元気に歩けるお宿に荷物を置いてきました。
これから夜ご飯を食べに行きます。おすすめしてもらった近くのですね、海鮮食べたいということで行っちゃいます。やばい、なんか今年初日暮らしの鳴き声聞いちゃった。エモいでさ、この街もなんかさいいのよ。すごくいい。あ、ここかな。